動画をご覧いただきありがとうございます。今回は TOEIC900 点を目指す私のリスニング勉強法をお届けしていきます。このチャンネルでは英会話の上達法や TOEIC のスコアアップの秘訣などを配信していくので、お見逃しの内容をぜひチャンネル登録をしていただければと思います。それでは早速参りましょう。今回ご紹介するのは大きく分けてオーバーラッピング、発音知識、TOEIC 特有のリズム、固有名詞対策の4つです。それぞれの勉強法の手順や目的などを順番に解説していきます。なお、今回の勉強では主に TOEIC 公式問題集を使っていきます。ただ、公式問題集を使っていない人でも、金のパッケージなどの総合対策本があればできる対策なので、ご自身が使っている参考書と照らし合わせながら動画をご覧いただければと思います。毎日の習慣となっている朝デュオが終わったところで、早速一つ目のオーバーラッピングについてご紹介していきます。オーバーラッピングはスクリプトを見ながら音声と同時に音読する勉強法です。今回ご紹介するものの中で一番重要な勉強法なので、4つのステップに分けて細かく解説していきます。オーバーラッピングの具体的な手順としては、1、各スクリプトの単語をチェックし、読めば理解できる状態にする。2、音のつながりや脱落をチェックする。3、1文ずつ音声を止めて音読する。4、オーバーラッピングをひたすら繰り返す。といった流れです。まず1つ目の単語をチェックし、読めば理解できる状態にするについては文字通り、読めば理解できる状態にまで持っていきましょう。大切なのは、問題集に載っている単語は一つ残らず覚えるという意識です。最近の TOEIC は難化傾向にあると言われていますし、キンフレなどの TOEIC 定番の単語帳に載っていない単語も普通に出てくるので、参考書に出てくる単語はしっかりと押さえておきましょう。続いて2つ目の音のつながりや脱落をチェックするについて説明していきます。チェックする際には音声を聞きながらスクリプトに印をつけていきます。例えばこの例文の場合、that the の発音は that the ではなく、that の最後の t が消えてすぐに the が続くので、that meeting という音になったり、sent to the は sent to the ではなく、sent to the coordinator といったイメージです。音のつながりや脱落をチェックする際には、音声を注意深く聞きながら印をつけていくことが大切です。丁寧に聞くことで次のステップの音読を効率的に進められますし、TOEIC のスピーカーのアクセントにも慣れることができます。ちなみに私は2回目の TOEIC 受験前は、例に出したような that the や would it の聞き取りで苦戦しました。音のつながりや脱落をチェックできたら、3つ目のステップの音読に進みます。この時は一気に全文を音読するのではなく、一文ずつ音声を止めて、先ほどチェックした音のつながりや英語特有のリズムを再現することに意識を向けます。この作業を進めていると、ナチュラルスピードだとどうしてもうまく言えない箇所が出てくると思います。その時は音声のスピードを 0.8 倍にして重点的に練習し、言えるようになったら 0.9 倍、ナチュラルスピードと徐々に慣らしていきます。一通り音読ができたら、いよいよ4つ目のステップのオーバーラッピングに進みます。一文ずつなら言えるようになった音声でも、全文通しだとつまずいてしまうこともあると思います。私の場合は一つのスクリプトをオーバーラッピングできるようになるまで1時間から1時間半は余裕でかかっていて正直大変でした。ただ、オーバーラッピングをするようになってからは着実にリスニングのスコアが伸びていきました。また、オーバーラッピングを始めたばかりの頃は失敗してイライラする時も多々ありました。皆さんも学習を進める中で落ち込んだりイライラすることもあると思いますが、そんな時はこの動画に戻ってきていただき、粘り強く続ければ必ずスコアアップにつながる。この人もイライラしながらでもなんとか頑張ってたんだなーなんて思い出していただければと思います。一緒に頑張っていきましょう。ちなみにリスニング対策としてよくお勧めされるシャドーイングについてですが、私はシャドーイングを必須にはしていません。もちろんこれまでにチャレンジしたことはあるんですが、私としてはオーバーラッピングの方が発音やリズムなど音声と自分の発音の違いに気づきやすかったため、オーバーラッピングを好んで実践しています。個人的にはシャドーイングとオーバーラッピングどちらが優れているかということは大事ではなく、リスニング対策においては音のつながりや脱落を把握したり、何度も注意深く聞き直したりする過程が大切なのだと感じます。好みや見解は分かれると思いますが、今の自分に適した勉強法を信じてやるのみです。こんな感じで一つ目の模試の全スクリプトでオーバーラッピングを達成しました。お昼ご飯と瞑想を済ましたところで、二つ目の勉強法である発音知識について紹介します。先ほどオーバーラッピングを行う手順で紹介した各スクリプトで音のつながりや脱落をチェックしていくについては、最低限の発音知識があるとスムーズに進められます。具体的には音声変化のルールと発音記号の2つなのですが、私はオールインワンベーシックという参考書で学びました。音声変化のルールについては、オールインワンベーシックでは5つのシンプルなルールだけ掲載されており、このルールにのっとって参考書内の例文の音声変化が解説されています。私が公式問題集のスクリプトを確認する際には、オールインワンベーシックのルールを参考にしながら印をつけています。また、オールインワンベーシックには各発音記号の解説も掲載されており、口の形とともに発音を練習できる専用サイトも用意されています。私はオールインワンベーシックのおかげで単語帳を読んだ時に発音記号を読めば、こんな感じの発音かなぐらいの
ことがわかるようになりました。もちろん私が知らない音声変化や発音の知識はたくさんあると思いますが、まだ発音に関して学んだことがなく、手っ取り早く知識を習得したい人にはおすすめの参考書です。ここからは3つ目の勉強法、TOEIC のリスニング特有のリズムについて解説していきます。これは TOEIC のテクニック的な話、特にパート3、パート4の解き方についてです。解き方については好みがあると思いますが、私は前回の TOEIC から答えのヒントを探しながら会話を聞き、回答が分かった瞬間にマーク、3問ともマークし終えたら次の設問の選択肢を読むといったルーティンで解いています。このルーティンについて総合対策本の金のパッケージに書かれていた説明が分かりやすいので引用させていただくと、天気予報を聞く際、自分が聞きたい場所の情報を待ち構えて出てきたらそれをキャッチしますよねといったイメージです。パート3、パート4は高い集中力を維持しながらテンポよく回答していく必要がありますが、会話を聞き終えてから内容を思い出して回答する時間はほぼないですし、思い出している最中に迷いが生じてリズムが崩れる可能性もあります。自分なりのリズムをつかんでおくことはリスニングで高得点を取るためには必要な要素の一つです。リズムをつかむ練習としては、同じ公式問題集や模試を何度も解くのがおすすめです。何度も同じ模試を解いていると答えを覚えてしまいますが、ただぼーっと解くのではなく、答えのヒントを探しながら会話を聞く、答えが分かった瞬間にマークし、次の選択肢のヒントを待ち構える、3問とマークし終えたら次の設問の選択肢を読むというリズムをつかむためのトレーニングだと思って臨んでもらえればと思います。この方法を聞いて音声を聞きながら問題を解く余裕がない、先読みは意識してるけれど途中で遅れて先読みの時間がなくなっちゃうといった人もいると思います。そのような場合は思い切って設問一つを丸ごと飛ばしてしまうのも一つの戦略かなと思います。例えば最初の数問は設問を3つとも先読みできていたけれど、だんだん遅れて先読みが一つもできないまま会話の音声が始まってしまった場合、その設問は会話を聞かずにさっとマークを済ませ、次の設問の先読みをしてリズムを取り戻すといった方法です。私は2回目の TOEIC の時にはこの方法でパート3、パート4それぞれ1問ずつ飛ばしたと思うのですが、それでもリスニングでは435点を獲得できています。設問を丸ごと飛ばすのは勇気がいる決断かなと思いますが、TOEIC 対策の一つとして検討してみてください。そして完全に余談ですが、解いたことがある模試でもやっぱり TOEIC って疲れますね。最後に固有名詞の対策についてご紹介します。TOEIC の勉強を始めたばかりの人にとって全然知らない単語が出てきたと思ってスクリプトを確認したら登場人物の名前だったという経験ありませんか？かくいう私も TOEIC の2回目の受験までは固有名詞をうまく聞き取れず、今の単語なんだと迷ってしまい音声に置いてかれるということが頻発していました。固有名詞で迷ってしまう人に伝えたいのは、問題を解く上では固有名詞なのかどうかとか、なんていう発音の名前かを明確に聞き取る必要はなく、名詞であるということが分かれば問題を解くのに大きな影響はありません。それでも固有名詞の聞き取りに慣れておくことに越したことはないので、個人的にお勧めしたい対策はパート5の音声を聞くことです。パート5にはたくさんの固有名詞が出てきますし、何度か聞いているうちに固有名詞が出てくる位置や特徴もなんとなくつかめます。ただ、先ほどもお話しした通り、固有名詞を明確に聞き取る必要性は TOEIC では高くないので、この対策は時間に余裕がある人だけ試してもらえれば OK です。私も勉強中にちょっと気分を変えたい時や、外出中の隙間時間に聞いたりする程度で、パート5についてはオーバーラッピングはしていないです。あくまでも参考程度に試していただければと思います。こんな感じで私は TOEIC のリスニング対策を行っています。いくつか方法を紹介しましたが、TOEIC を3回受験してみて感じるのは、やはり英語の基礎力が上がれば点数も上がるということです。高得点を狙うならば TOEIC 得意のテクニックも必要なのですが、テクニックは英語の基礎力がある人がさらに点数を伸ばしていくためのものかなって思っています。英語の基礎力を高めたい人におすすめの参考書については概要欄に動画のリンクを貼っておくので、ぜひチェックしてください。また動画の感想や私はこんな感じでリスニング対策してるよといったコメントもお待ちしているので、ぜひ聞かせてください。そしてグッドボタンもどうぞよろしくお願いします。今後も英会話の上達法や TOEIC のスコアアップの秘訣などを配信していくので、お見逃しのないようぜひチャンネル登録をしていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。See ya!